こんにちは、レイウッドです。今回の動画ですね、WPL ジャパンのタイヤの接着についての動画になります。で、1個前のホイールウェイト、これですね、このホイールウェイトの動画から、引き続き見ていただいている方は、多分この状態だと思うんですよ。これが中に、このウェイトがついている状態。で、こちらの動画はあくまでもタイヤの接着のお話になるので、別にホイールウェイトを使わない方でもやり方は一緒なんで、このウェイトを使わなかったとしても参考にしていただければと思います。では早速ですが、この接着方法についてのお話になるんですけど、まず特に、これがそうなんですけど、ソフトタイヤ、すごい柔らかいこうプリプリっとしたこのゴムですよね。柔らかいゴムを使ったタイヤについては、必ず接着をしてくださいという前提になりますので、じゃないとこれすごい柔らかいんで、もう走らせてるうちすぐ外れちゃうんですよね。なので必ず接着はしてください。で、使うのは瞬間接着剤になります。その瞬間接着剤で接着する前に、できればしておいた方がいいんじゃないでしょうかっていう下処理っていうかがあるんですけど、1個前の動画でもちょっと出てきたんですけど、ヤスリがけですね。これが、400番とか600番の番手でいいと思うんですけど、結構粗めのやつで、この接着面ですね、この両サイド、外側と外側、両側のここの部分、ここをまずヤスリがけをしてあげると。で、表面をこう荒らしてあげて、接着がより強く接着できるようにっていう下処理ですね。でこのあたり考え方が結構皆さんそれぞれあると思うんで、特に上級者の方というか、こういうラジコンとか特に競技ラジコンとかやられてるような方は、もう接着、タイヤの接着は日常茶飯事っていうか、もう日常的にやられていることだと思うので、もうそのやり方に準じて全然やっていただければいいんじゃないかなと思うんですけど、特にラジコン初心者の方ですね、タイヤって接着すんのみたいな方はぜひ参考にしていただければと思うんですけど、こんな感じで荒らしてあげて、でこのままつけるのがいいよねっていう方もいらっしゃいます。で僕は、どちらかというとここでさらにパーツクリーナーで拭く派です。もうこの辺ほんと人それぞれなんですけど、僕は結構このパーツクリーナーでここ一回拭きますね。ダッシュのためにって感じなんですけど、こんな感じで拭いて、でさらにこっちも拭いちゃいます。僕はこの接着面、このリブの部分、このなんか耳みたいについてるじゃないですか。この端っこのこのちょっとこう出っ張ってるところっていうか、ここの部分ですね。ここが接着面になるので、僕はここも拭きます。で、ここ拭かない方が強くつくよっていう方もいらっしゃいます。ちょっとここはですね本当に皆さん人それぞれなんで、もう自由にご自身の判断でやっていただければいいんじゃないかなと思います。本当競技ラジコンとかでこだわってやる方は、ここのバリっていうか、なんかちょっと端っこにこうあるじゃないですか、カスみたいな部分、ここも綺麗に取られる方はいらっしゃるんですけど、この WPL のそんなにこうサーキットでビュンビュン走るためのタイヤとかじゃないので、これぐらいだったら僕全然気にせずくっつけちゃっていいかなと思ってます。もちろんひどいのがあったら取ってくださいね。精神衛生上っていうか気持ち悪いと思うんで、こうひどいのがあったら、あるかな、ちょっと今あんまないですけど、こういうちょっと見えますかね、こういうなんかちょっと毛羽立ちみたいになってるやつ、こういうのは気になるだったら取っていただくのがいいのかなと思うんですけど、そんなに正直細かく気にしなくてもいいと思います。で、今のような感じで、ここヤスリがけしました。パーツクリーナーで拭きました。で、こっちも拭きました。で、細かくやる方ですね、ここもヤスリがけしちゃう人もいますよ。この接着面を。僕そこまでやんないですけど。はい。で、これまたちょっと戻しますね。こうはめて、でしっかりこのリブの部分をこのホイールにしっかりはめると。で、なんていうのかな、これもほんと人それぞれなんですけど、こんな感じで僕はちょっとなじませて、外れちゃった。こうちょっ
っと揉むようにしながら、こう、ちょっと回しながら、ちょっともうこう揉むようにしながら、なじませるって感じで。こう歪んじゃうと嫌じゃないですか。でこうなじませてあげて、でもちろん基本的にはしっかりはまってないといけないんで、こうしっかりはまってるかっていうのを確認しつつ、こうちょっとこうなじませてあげると。こんな感じですかね。これでまあ均等にはまったと思うんで、あとはここで接着剤、ここに流し込むんですけど、せっかくはめたのに結局めくるんですけどね。でまあこんな感じでなじませながら、こうちょっと先の細いようなドライバーがある場合は、なんかこういうのとかにこう刺して、もうほんと僕のやり方ですけどね、超個人的な、こう回して大きく歪んでついちゃってるところがないかっていうのをこう見たりします。でまあ大体大丈夫そうだなってなったら接着になるんですけど、でこの接着剤もいろいろありまして、もちろん例えば、本格的な競技ラジコンやってるよっていう方はもう持ってると思うんですよ。タイヤをつけるための専用の瞬間接着剤っていうのがあるので、ただですね、結構もうこんな大きいボトルに入ってて、量がすごいたくさんあって、1000円とか1500円とかなんかそういう金額しちゃうので、WPL のラジコンでちょっとこう接着するだけなんだけどっていう方にとっては、それを買うのもなっていうのがあると思うんですけど、僕が最近気に入ってるのはこれですね。ウェーブさんの低粘土タイプの接着剤で、剥換もしにくいよっていうタイプなんで、白いの出ますけど、本当にかなり少ないと思います。これ結構価格もそんなにしないんですけど、3本入ってるんですよ、これが。で、瞬間接着剤って本当にたまにしか使わない人って、ちょっと使っただけなのに、次使おうと思ったら、使えないっていう状態になってたりするじゃないですか。で、これ一応3本に分かれてるんで、1本ダメになっても、他の2本がまた新品で残ってるっていう状態なんで、比較的使いやすいんじゃないかなと思うので、新しくご用意される方は、これおすすめだと思います。で、これ使い方も簡単で、これ最初、こうパキッとこう外して、これ出るんですけど、この状態で。ちょっと説明しながらやると難しそうなんで、先にどうやるかを言っときますね。本当僕のやり方なんですけど、こうめくって、奥には入れたいんで、ある程度奥には入れたいんで、ちょっとめくって、ここに垂らします。で、それを最初4箇所やります。なぜかというと、端から順番にやっていくと、だんだんよれて、最後に、そのしわ寄せが最後に来るみたいな感じで歪んじゃう時があるんで、僕は、こう、鳴らして、だいたい均等についたかなってなったら、例えばここに刺したら、次、反対側のここに刺しますと。で、次、90度ずれて、ここですね。で、またその180度反対側。これで、均等に4箇所入ると思うんですけど、僕一旦それでやめます。やめて、で、他のタイヤに行きます。で、乾いたら、反対側やります。同じように4箇所。で、低粘土の場合、だいたいそれで回るんですよ。ぐるーっと。ただ、それでも、接着が甘いところが出てくる場合があるんで、その場合は全部乾いてから点検します。こう。で、ここめくれちゃうじゃんっていうところがあったら、またそこだけ刺します。じゃないと、例えばこれ刺しました。4箇所。で、大丈夫かなってこうちょっと開いてみたときに、その開いた状態で固まっちゃう時があるんですよ。それはまずいんで、一回開いてちょんって流したら、こう戻して、で、そのままそっとしておきます、僕は。ちょっとやってみますね。ちょっと瞬間接着剤なんで、ちょっとスピード勝負みたいなとこあるんですけど、こう、開いて一滴流しますと。で、反対側にまた一滴流しますと。で、また90度ずれたここに刺して、その反対側に刺すと。こんな感じですね。で、じゃあちょっとこう、よれだけないか確認して、この時点で
どうかなっつって開いちゃうと、その開いた状態で固まっちゃったりすることがあるんで、僕はもう一回刺して戻したら、ここ足りないかなみたいなところがあっても、そのままにしちゃいます。今回ちょっと撮影の兼ね合いで、アルテコ使っちゃうんですけど、これも競技ラジコンやってる人は、こうアルテコですね。おなじみだと思うんですけど、瞬間接着剤が一瞬ただでさえ瞬間接着剤なのに本当に一瞬で乾くやつなんですけど、ちょっとパッパッと撮影を進めるためにちょっと使っちゃうんですけど、初心者の方とか何それって感じだと思うんですけど、はい、じゃあ次いきますね。これ表4箇所いきました、乾かしましたっていう前提で、反対側ですよね。反対側も同じです。ちょっとやりますね。1箇所刺します。で、180度反対側いきます。で、90度ずらします。で、最後、ここですね。で、こんなんちょっとぐらいはみ出ても大丈夫なんで、どうせ走らせるんで、こんな感じですね。むしろちょっとはみ出てるぐらいのがしっかりつくんで、これも競技ラジコンやってる方わかると思うんですけど、もうてんこ盛りしますもんね。人によりますけど、本当にもう一周はみ出てる状態っていうか。ただWPL の場合は一応スケール重視のモデルだと思うので、そこまではみ出るのは良くないと思うんで、ちょっと今回控えめに塗ってますけど、こんな感じですね。ちょっとまたこれを乾かしちゃいます。で、これしっかり乾かしましたっていう、先にやった表面の方ですね。で、ここをこうちょっとめくっていこうとすると、ありましたね。このちょっと接着が甘いところあったりするんですよ。こういうところはまたちょっとめくってあげて、ちょんと入れてあげる。他は大丈夫そうですね。他は大丈夫そうですね。で、こっち側ももちろん一緒ですね。しっかり乾いたら、4箇所しか止めてないんで、ただなんて言いましたっけあれ。毛細管現象でしたっけので、しっかり浸透してることがほとんどだとは思うんですけど、うまく回ってないところがあったら、これ大丈夫ですね。今回全部いってますね。ただこれ、特にこっちは裏面なんで、剥がれてくるの嫌だなって人はもう一周、この状態で一周しちゃってもいいですけどね、こうやって。ちょっと出しながら。これぐらい塗れば完璧ですよ。こっち目立たないんで、これぐらいやっちゃってもいいと思います、全然。はい、こんな感じで、本当に、このラジコンのタイヤの接着って、本当に人それぞれなんで、これはもうあくまでも僕個人のやり方ですっていうご紹介です。で、初心者の方で良ければですね、参考にしていただければっていうところで動画にさせていただきました。で、今回この1本だけでやりましたけど、もちろんこれを4本やるということになるんですけれども、良ければですね、こんな感じで、しっかり接着して、走らせていただけるといいんじゃないかなと思います。では今回の動画ですね、以上になりますが、また何かご質問とかあればコメント欄からですね、いただければと思います。ではご視聴いただきましてありがとうございました。